マドリードに到着しました。到着しました。このポーカールームやばいです。どうだったんですか、横澤さんは。タコ勝ち。え、トータル3100ユーロか。やば。メイクの選手。赤勝ちですね。明日はトナメに出ようと思ってるので、よく休んでてください。はい。はい、というわけで我々は現在スペインのマドリードに来ております。はい、今回ですね、今こちらではワールドポーカーツアー WPT マドリードが開催されておりまして、1100ユーロのメインイベントに我々は今から参加しようかと思っております。はい、ここまでの収支をおさらいしておきます。ヨーロッパ編ですね、今回始まってから104時間、プレイしております。でキャッシュゲームの成績がプラス15,374ユーロという。そんな勝ってるんですか？爆勝ちしてます。時給148ユーロ。本来ですね、第2章は堅実にお金を稼ぐということがテーマで、トーナメントはしばらく封印しますよって話をしてたと思うんですけど、まあこんだけ勝ってれば1100ユーロのトーナメントならギリ出てもいいだろうということで、一撃を狙ってトーナメントに出場しようと思います。なるほど。メインの Day1 が実はもう昨日から始まってて、今日、Day1B なんですよ。で明日が Day1C で Day1D まであるっていうことなんで、多分ですけど参加者の総数は500人ぐらいになるんじゃないかなというふうに思って、優勝賞金は、1000万超えると思います。割とでかいトーナメントですね。大きいですね。はい、久しぶりのトーナメントですね。いや、久しぶりのトーナメント、マジで超久しぶり。 WSOP ぶりですね。というわけでやっていきたいと思います。はい、レッツギャンボ。お疲れ様です。なんと、たったの1時間で3万点が63,700円になりました。でかすぎ。いいですか、優勝させていただいても。お願いします。17,000ぐらいある。もう3倍近くやる。ディナーブレイクまで残り15分ぐらいになりましたので、金5入ずに来てます。お願いします。重要なミッションですね。はい、飛ばないでくださいね。そんなこと言わないでよ。全然ありそう。大丈夫そう。グッドラック。ちょっと聞いてよ。待って。くださいよ。嘘でしょ？休憩前ラストハンドに、はい、めちゃくちゃでかいポットになって、アーリーがレイズにミドルポジションのやつがコールして、カットオフからエースキングオフで6,800にしたの。はい、スリーベッド。だから2人ともコールして、はい、フロップジャックスペード4ダイヤ6ハートでチェックに8,800ベットしたの。 40%。そしたらコール2人ともコールして、あ、これダメだと思ったら、はいはい、ハンデキングのハートが落ちて、ラッキーっつって、そしたらチェックで回ってきたんだけど、まあ、これチェックした方が弱そうに見えるかなと思ってチェックしたんですよ。そしたらリバーで4が目合って、おじちゃんがチェック真ん中でコールしてるやつが5万のポットに6万ぐらいのオールインしてきて、でかっ。しかもめちゃめちゃ強そうなの。もうなんかオールインの仕方がちょっと興奮気味に、はいはいはい。つって残りのやつをオールインしようとして、あ、残りダメだよ、オールインできないよみたいな言われて、まあでもどう考えてももう仕草が強そうすぎるし、グラフでできるアクションじゃないから、ちょっと考えて結構すぐ立っておいてる。そしたらオリジナルレーザーのおじちゃんが結構スナップでコールして、よしナイスボールだって思ったじゃん。そしたらオールインしたやつのハンド58ハートでコールしたおじちゃんクイーンジャックのジャックヒットで勝ってたやんけやつって。うわー、何それ。でコールしてたらプラス10万だった。うわー。というわけで9万あったんですけど7万になっちゃいました。まあ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 。でもまあ3万スタートだから。というわけでスパイシーポテトうまそう。うまそう。いただきます。何なんだろう。うわ、うまっ。スパイシーなんだけど辛くはない。普通辛いものってさ、あってなるじゃん。なりますね。そういう辛さじゃない。あと3分でトーナメント大会しちゃうけど、お金持ってますか？お金持ってます。お会計だけお願いしました。というわけで
さようなら。There's always tomorrow. いやいやいや、we'll play tomorrow again. 明日があるさ。明日がある。バイ横澤。おはようございます。おはようございます。というわけで、昨日 Day1B 飛んでしまったので、これから Day1C にエントリーしようと思います。はい今日こそは今にしたいと思います。これラストチャンスです。ラストチャンスですね。これがダメだったらもうキャッシュゲーム真面目にやります。はい。レッツギャン。さわチャンネルをオンにしてですね、皆さんに伝えたいことがあります。はい。トーナメントはやんない方がいいですね。キャッシュゲームやるしかないですね。負けた分取り返しましょう。はい、キャッシュゲームやります。我々にはキャッシュゲームしかないんで頑張ろう。頑張りましょう。2セッション頑張りましょう。頑張りましょう。食ったら。美味しそうだな。ハリアテンで俺の。あれ。なんかいいもん持ってんじゃねどうぞどうぞ食べてください。激うまそう。これやばいよだれ出てきた。ハリアテンで。どうですか？ちょっと待って。俺の11ユーロ。これ11ユーロなの安い11ユね。ーロですこれ。むちゃくちゃお買い得じゃん。二口目いこうとしますね。お疲れ様です。えぐいのくらってました。いくら負けたんですか？いくらだろう、1000入れて4ユーロしかない。失神ですね。でもめちゃくちゃミス多かったんですよ。なんか昨日こんなことをツイートしたんだけど、ポーカーはね進化してるから、やっぱみんな上手になってきたわけ。100% 完全な状態でプレイし続けてたらなかなか勝てないと思うわ。でもそんなことはないの絶対。みんなミスをしちゃうのやっぱり。ミスんないようになるって一番難しいかもしれない実は。意識しててもなかなかできることないですね。そうなのよ。お察しの通りめちゃくちゃテーブルいいんですよ。でも負けてます。ポーカールーム真っ暗なのにまだやってんだけどカード見えないんだけど、このポーカールーム6時までのはずなんですけどもう7時になりそう。もうそろそろこれどういうことだって。お疲れ様です。というわけで今日のセッション終了しました。キャッシュゲームそんな長時間やるつもりなかったんですけど11時間キャッシュゲームが続きました。でもそれぐらいマジでテーブルが良かった。というわけで結果は1500ユーロ負けということで負けとるやないかいって感じなんですけど、まあそうなんですよ。別にね、タクが良ければ絶対に勝つっていうゲームじゃないんで、ポーカーは。タクは良かったんだけど、勝ての、電気消えちゃった。電気が消えちゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、なんとマドリード最終日ということで、はい。本日は日曜日になっております。最後なんでね、最終日ぐらいはちゃんと夜ご飯を食べて、ポーカールーム行こうということで、最後の晩餐を、食べに来たんですけども、はい。マルボ。はい、これね、ずっと気になってて、トリップアドバイザーでレストランランキング検索するといっつも一番上の方に出てくるんだよね。しかもレストランじゃないんですよ。こう見てください。パン屋さんなんですよ。本当だ。ちょっと食べてみたいなと思って。ほらほら。Thank you. Have a good day. いただきます。これ何ですか？おすすめのメキシカン系のやつって言ってました。食べてみます。はぁ？うまっ！お肉がたっぷり入ってるんだけど、これ何味って言うんだろうな。ジャンキーなピザマンみたいな味します。ピザマンです。ちょっと日本語。Si haces un estudio te これ están dictando por ね、日本で売れます。これ流行るわ。治安悪い背景。はい、画角の治安悪い。すごい治安悪いとこ来ましたけど、はい、こちらですね。はい、見てください。たい焼き屋さんに来ました。はい。見てロゴ可愛いよ。たい焼きのロゴみたいなやつ。可愛らしい。そういう感じなんで。とりあえず一旦。来た。皆さんこちらがパラレルワールドのたい焼きです。焼きこれ結構でかい。めちゃくちゃこれ絶対食い切れません。いやばいです。ただきます。うわ。甘そう。
あんまこれたい焼きという名のアイスクリーム屋さんですね。これだってたい焼きメインじゃなくない？コーンでもいいですもんねこれ。やばい、これ言っちゃいけなかったかな。というわけで、最終日マドリードですね。今日が日曜日なんで爆買いしたいね。5000ユーロっていう。確かにコタが25エイティング。高いね25。昨日タコ負けしたんで慣れようかなと思って25に。グッドラック。グッドラック。座ってたら51020でした。はい今回の旅の最高レートですね。やば。気合入れて頑張ります。切れました。頑張ってください。Can I see a stack, please? Thank you.お疲れ様です。3時間で終わりました。終われちゃったんですか？はい。で25に今からレートが下がります。51020から25に下がって。 How do you say easy game in Japanese? イージーポーカー。イージーポーカー。イージーポーカー。3時間で5500ユーロぐらいがしました。やば。めちゃくちゃ上振れた。なんか開始直後に右のちゃんとセット VS ナッツフラドロガットみたいな、向こうのナッツフラドロガットっていうセットでゴールになって逃げ切って勝って、まあ、その後もでかいポイント何回か勝って。よかった。なんか最終日。いやマジでそれよかった。イージーポーカー。だからあ、嫌な予感がする。その通りでございます。死亡？ほぼ死亡です。絶対しとけばよかった。おい大ミスしたかもしれない。わかんないですもんこれは。行きましょう。はい、3ウェイなんですけど、はい。エース5なんですけど、鉄
鉄折りですね。鉄折りまあ、俺だったらグループで500のレース帰ってきたら結構 0.2 秒で折れるっつって。だからそのソータが持ってるハンドってさ100回やってまあ4割とか勝たなきゃいけないってことで、つまりは早かったですね、まだ普通5は。ちょっとさすがにあのテーブルは勝てないかな。ベガスの5点ぐらいのレベルは絶対あるな、あのメンツ。やばいところに放り込まれてた。いやー結構ライオンの檻に放り込まれてるって感じですよね。子犬がキャンキャンっつって迷い込んじゃった。マドリードに別れを告げますか。来週の一番後 Same. Have a safe trip. Enjoy there. バイバイ。というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ1週間の滞在が終わりまして、明日からバルセロナに向かおうと思います。バルセロナ。今回のマドリードはですね、メインイベント2回飛び、はい。キャッシュゲームは爆勝ち。いつものパターンですね。はい、いつもでもね、トーナメント2回しか出てないから言うて2200ユーロで済んでるから。確かに。今回のヨーロッパトータルでですね、はい。17日間滞在してプレイ時間が131時間、移動が多いこと考えたら結構頑張ってるかな。はい。収支が現状ですね、キャッシュゲームプラス19395ユーロ、120時間プレイしてるので時給161ユーロ、すげえ。爆勝ち。なんと時給 19.08BB 打ってるレートから考えたら出来すぎくんだなっていう風に思いますね。やっぱヨーロッパは全体的に辛いね。今んとこマジビースバーデンぐらいから本当に美味しいなっていうのは、ただもちろんプレイできるレベルではある。物価もそんな高くないし、全然ここでプロとしてやっていくことはできると思うけど、わざわざマドリードを選ぶ理由はあんまないかなって感じはするかな。おすすめ度低めですね、かなり。というわけで、明日からバルセロナなので筋トレしてマドリードの街を走って締めにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。またね。バイバイ。1週間のマドリードの生活を終えて我々は今からバルセロナに向かいます。やばいっす。めっちゃ田舎やん。やばかったですね。激ヤバ。幻の歌手の見つけちゃったよ俺が。引き当てた。引き当てた。